こんにちは。前回の動画は色鉛筆ケースについてでしたが、色鉛筆の入っていた缶、皆さんどうしていますか？今回は私がやっている空き缶の再利用方法をご紹介します。まずはありきたりですが、小物の収納に使っています。パレットとして活用もしています。関西をまとめて収納しています。色鉛筆缶の厚みは水彩絵の具用のフルパンやハーツパンにもぴったりなサイズです。缶の蓋の内側が銀色や白だったら伸ばした色が見やすいので、混色用のパレットとしてそのまま使えます。白や銀色以外の缶の色だった場合は、白いクリアファイルなどを両面テープで貼り付ければパレットとして使いやすくなります。ちなみに関西や水彩用のパンはこの商品を使って缶に固定しています。マグネットシートよりもしっかり固定できるし、両面テープよりも付けたり外したりするのが楽にできます。水性マーカーはそのまま塗るだけではなく、水で薄めたり色を混ぜたりして使用しているので、やはり蓋の裏側をパレットとして使用しています。こちらは下地剤を塗ったりする時のスポンジ履き用のパレットです。ダーベントの色鉛筆缶は缶の蓋が薄いので色鉛筆の保管に適しているとは思いませんが、どれも缶の内側が白いので予備のパレットとして使うのに重宝しています。あらかじめ歯磨き粉をつけた歯ブラシで表面を軽く洗ってから使用すると水を弾かなくなるのでおすすめします。最後の利用方法はアクリル絵の具用のウェットパレットです。アクリル絵の具は一度チューブから出してしまうと使い切れなかった分は乾いて使えなくなってしまいます。なのでよく使うプロはこのような100均で買った密封容器に入れてこのまま使用しています。ただ混色したり使う色数が多くなってくるとこの容器では不便なのでウェットパレットを使用します。こちらはチューブから出して5日目の絵の具ですが全然乾いていないです。ウ
ウェットパレットは、吸水クロスを缶のサイズにカットして、水をひたひた程度に含ませます。水が多すぎるのは良くないです。そして、このような紙を吸水クロスの上に敷くと出来上がりです。保管期間はカビなどが心配なので、長くて1週間くらいにした方がいいと思います。缶が錆びるので、使わないときは水気を切っておきましょう。以上、私がやっている色鉛筆缶の再利用方法をご紹介しました。まだ使っていない缶がたくさんあるので、もしよかったら、皆さんの再利用方法のアイデアをコメント欄で教えていただけると大変嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。